最新動画来たー。先日配信された、ステートオブプレイという配信で、ソニック最新作のトレーラーが公開されました。最新作のタイトルは、ソニックレーシングクロスワールド。ソニックのレースゲームです。去年の12月に発表されたやつだな。どんなゲームか気になってた。今回のトレーラーを見てみると、めちゃくちゃ気になるシーンがてんこ盛りでした。また今作の公式サイトもオープンしていて、そこにも色々な情報が載っています。特に海外の公式サイトには、めちゃくちゃ重要な情報が。ということで今回は、ソニックシリーズ最新作、ソニックレーシングクロスワールドの最新情報をお届けしたいと思います。今作が気になってる人には、必見の内容ばかり。最後まで見逃し厳禁だぜ。それでは、早速スタートです。最新トレーラーでまず注目したいのは、やはり、出てくるキャラクターとステージです。まずは、登場キャラクターについて見ていきましょう。トレーラーには、かなりいろんなキャラが映ってたよな。登場キャラクターはかなり多そうですね。そして何より、ジョイスが神がかってました。出てきたキャラクターを見てみると、ソニックやテイルス、ナックルズ、エミー、シャドウやエッグマンといったおなじみの面々はもちろんのこと、シルバーやメタルソニック、オメガの姿も確認できましたね。有名どころは大体出てきてるな。こういったおなじみのメンバーの他にも、まだまだいろんなキャラが出てきます。中でも大きなサプライズだったのは、彼女の姿が確認できたことですね。セイジちゃーん。ソニックフロンティアに登場したセイジが、なんと今作に登場するみたいなんです。これは激アツすぎる。運転してるの可愛い。これは本当にびっくりしましたね。しかも、色が白いぞ。セイジは初登場時は黒い姿をしていましたが、ソニックフロンティアの終盤では、白い姿に変わりました。そのため今作の時系列は、ソニックフロンティアの後ということになりそうですね。あとセイジといえば、ソニックフロンティアのラストで、自分の身を挺して地球を守ってくれたよな。あのシーンは泣いた。その後エッグマンが、セイジを復活させようとするムービーも流れてました。今回セイジが出てくるということは、やはりエッグマンが彼女を復活させたみたいですね。もしストーリーモードとかが搭載されてたら、セイジに関するくだりもあるかもしれないな。何にせよ、セイジがレギュラーキャラの仲間入りを果たしたみたいで嬉しいぜ。またもう一人、レースといえば外せない、あのキャラが帰ってきました。かつてソニックを打ち負かした男、ジェット・ザ・ホークです。ジェットだー。ジェットは、2006年に発売されたレースゲーム、ソニックライダーズに登場したキャラクターです。エクストリームギア、というボード型の乗り物を操り、ソニックと激しいレースバトルを繰り広げました。ソニックライダーズの最初のムービーで、ソニックはジェットに負けちゃうんだよな。あのソニックがスピードで負けちゃって、かなり衝撃だったのを覚えてるぜ。以前作ったこちらの動画でも触れましたが、ことレースにおいては、ジェットはソニックの最大のライバルですね。ですが2019年に発売された、チームソニックレーシングというレースゲームでは、なぜかジェットの出番はありませんでした。当時はがっかりした人も多かったかと思いますが、今回ついに、レースの舞台にジェットが帰ってきましたね。ちゃんとエクストリームギアに乗ってるのも最高だな。今回はカートだけじゃなく、エクストリームギアも乗り物として選べるみたいです。これソニックのイメージにめちゃくちゃ合ってたから、復活してくれて嬉しいぜ。またこの他にも、クリーム、チャーミー、ビップ、ベクターの姿も確認できました。ソニックのキャラが大集合だぜ。てかクリームもめっちゃ久々だな。一応、ソニックドリームチームという携帯ゲームには出てきてましたが、据え置き機での登場はいつ以来ですかね。もしかすると、ソニックジェネレーションズ以来かも。2000年代はもはやレギュラーメンバーだったのに、いつの間にかレアキャラになってたもんな。クリームの復活もめちゃくちゃ嬉しい。続いては、ステージについて見ていきましょう。最新トレーラーを見てみると、レース場に突如巨大なリングが登場し、リングをくぐると別の場所にワープしていました。このリングでワープする設定、映画のソニックのオマージュかな。てかこの共有ステージ、すごく見覚えがある。このステージは、ソニックと秘密のリングというゲームに出てきた、ダイナソージャングルというステージですね。どうやらこの、ソニックレーシングクロスワールドでは、過去作のステージが登場するみたいです。うひゃー。それは最高すぎる。この他に、ソニックアドベンチャー2の、メタルハーバーも出てくるみたいです。去年出たソニックシャドウジェネレーションズでも、過去作のステージが色々リメイクされたけど、今作はまた違うステージがリメイクされてるみたいだな。いろんなステージが復活してくれて、嬉しい限りです。ちなみに公式サイトを見てみると、この巨大リングはトラベルリングというらしいです。
今作はファーストラップ、セカンドラップ、ファイナルラップの3ラップ制のようで、その中のセカンドラップで、クロスワールドというステージにワープするみたいですね。そのクロスワールドが、ダイナソージャングルみたいな過去作のステージなのかな。このハテナの方も気になるぜ。ランダムで登場するフィーバーゲートとのことですが、こちらはまだ何のことかわかりません。今後の情報に期待しましょう。最後に、公式サイトに記載されていた情報を見ていきましょう。まずは日本語のサイトから。日本語サイトには、今作のあらすじや、大まかなゲームシステムが載っていました。やっぱり今作は、マルチバース系の話なんだな。タイトルがもう、ソニックレーシングクロスワールドですしね。またゲームシステムに関しては、さっきのトラベルリングの他に、ガジェットシステムという機能が紹介されていました。内容を読んでみると、いわゆるスキルシステムのような機能だと思われます。いろんなガジェットを装備して、自分好みの性能にカスタマイズしていくんだな。やり込みがいがありそうだぜ。公式サイトの情報は、今のところこんな感じかな。これくらいですかね。日本語サイトの方は、ということは海外サイトにはまだあるのか。まだあるどころの騒ぎじゃありません。海外の公式サイトを見てみると、超重要情報のオンパレードでした。まずはこちらです。発売時には23人のレーサーが登場し、今後さらに多数追加される予定とのこと。最初から23人もいるのか。マジでこれまで出てきたソニックキャラ、全員出てくるんじゃないか。ちなみに、キャラクター一覧も公開されています。トレーラーに映ってなかったキャラとしては、ソニックロストワールドに出てきた、ザズがいました。出たな戦闘狂。俺様が出るぜ。やりたくてうずうずしてるんだ。またキャラクターの話に加えて、ステージに関する情報もありました。これによると、今作にはメイントラックが24種類、クロスワールドが15種類あるみたいです。具体的なステージも、一部公開されていましたね。海外サイトの情報量がすごい。ウォーターパレスは知ってるぜ。こちらは、ソニックラッシュに出てきたステージですね。2011年に発売された、ソニックジェネレーションズ青の冒険にも出ていました。ここも神ステージだよな。またさっき出てきた、ソニアド2のメタルハーバーは、メイントラックに含まれるみたいですね。過去作のステージが、全部クロスワールドってわけじゃないんだな。そうみたいです。そしてクロスワールドの方は、現時点では5つのステージが公開されています。さっきのダイナソージャングルはこっちなんだな。このスカイロードってステージ、ロストワールドに出てきたやつかな。名前は一緒ですよね。随分可愛らしくなってますが、ロスワのスカイロードは、終盤のステージってこともあって、かなり難易度高かったもんな。曲は神だったけど、曲神なのわかる。じっくり聞きたい人は、ぜひこの動画を見てみてくれよな。またこの他には、23種類のアイテムが出てくること、乗り物の種類は45種類あることなどが書いてありますね。しかも乗り物に関しては、かなり自由にカスタマイズできるみたいです。どのデザインもかっこいい。そしてゲームモードについては、グランプリ、レースパーク、タイムアタックの3つのメインモードがあるとのこと。もちろんマルチプレイもできるみたいです。おいおい、超面白そうじゃねえか。めちゃくちゃワクワクしますよね。それでは最後に、海外サイトに書いてあった超重要な情報をお伝えしたいと思います。まだ何かあるのか。これまでも十分重要だったぞ。なんと海外サイトには、今作のデジタルデラックスエディション、いわゆる特典付きバージョンの情報が出ていました。そして、その特典を見てみると、ソニックプライムなんと、ネットフリックスで公開されたアニメ、ソニックプライムのキャラクターがもらえるらしいのです。ソニックプライムは、ソニックが異世界に迷い込んで冒険する物語。迷い込んだ異世界には、テイルスやエミーのそっくりさんがいるんだよな。ソニックプライムのキャラクターめっちゃ好き。デザインが神なんよな。てか前出したショート動画で、ソニックプライムが関わってくるみたいな予想してたよな。また予想当てたのか。今度こそ予言者と呼んでいいですよ。うるせえ。ということで、現在公開されてる大きな情報は、これで以上になります。他にも細々した情報は色々と載っているので、今作が気になっている方は、ぜひ海外サイトも見てみてください。また、来週2月18日から、今作のクローズドネットワークテストへの応募が始まります。これは今作のオンラインモードを先行体験し、動作確認に協力するものだそうです。最新作を先行で遊べますし、参加特典もあるみたいなので、興味がある方はぜひ応募してみてくださいね。クローズドネットワークテストに関しては、日本語版の公式サイトにも情報が載ってるぜ。
注意事項とかも書いてあるから、応募する前に要チェックだな。概要欄に公式サイトの URL が貼ってありますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、ソニックシリーズ最新作、ソニックレーシングクロスワールドの最新情報でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。